こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、世界的にも珍しい湖上の有人島沖島の旅をお届けいたします。そうだ、離島へ行こうと思い立ったらすぐ行ける沖島。船で10分行けばタイムスリップしたような光景が広がっており、一瞬で癒されること間違いなしでございます。まさに大人の穴場旅行モデルコースということで徹底紹介いたします。ぜひ大画面でご覧くださいませ。それではどうぞ。沖島は琵琶湖の沖合約 1.5km にある琵琶湖最大の島です。織田信長や豊臣秀吉ゆかりの城下町、滋賀県近江八幡市にある約230人が住む有人島で、沖島は日本で唯一の淡水湖内にある有人島です。1156年から1159年にあった保元平治の乱で敗れた源氏の落ち武者7人が島に流れ着き、島に住む人は全員がその末裔と言われています。沖島のベストシーズンは4月と5月、桜が咲き誇り美しいと言われています。美味しいビワマスの作りが食べられるのは8月と9月。たった数時間の滞在だけでも癒される離島です。駐車場にやってまいりました。結構止まってますね。沖島来島者専用駐車場ということで、ここに駐車場があります。結構行く人いるんや。止まってますね。釣り道具持ってね。はい、ここにね止めて沖島の方に向かいます。1日300円ですね。安いですね。そしてここから歩いていくと5分くらい歩くみたいですね。はい、堀切港って書いてますね。堀切港かな。船の音が聞こえます。船行ったけどあれじゃないよな。12時15分発で、僕今12時5分ぐらいなんで10分前ぐらいだと思うんですけどね。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今日はですね滋賀県にやってまいりました。なぜね滋賀県にやってきたかというと、やっぱりねこう日々過ごしてるとね、離島が足りねえなみたいな、自分の心の中に離島が足りないみたいなことってあるじゃないですか。そういった時にですね、奄美大島とかもう行ってもいいんですよ。行ってもいいんですけど、飛行機を取ったりとか休みをね作ったりとかしないといけないんで、なかなか行けないみたいなことあるじゃないですか。そういった時にですね、日帰りにサクッと行ける離島がなんとあるということでですね、しかも滋賀県ですよ。滋賀県海なし県やのにみたいな。そうなんです。滋賀県には琵琶湖というね湖があると思うんですけど、なんとこれ世界的にも珍しい湖上に浮かぶ、しかも有人島っていうことでねあるんですよ。沖島というところなんですけども、そこに行ってみたいと思います。で、かつてはね猫島と呼ばれるぐらい猫がたくさんいたらしいんですけど、いろいろあってね今いないらしいんですけども、その辺のね詳細もいろいろ確認したいと思います。今はね人口大体240人弱ぐらいが住んでるとのことなんですけど、いろいろ見てみたいと思います。さあ、喋ってるうちに港に到着しましょう。来ました来ました。あれですね、バスでもここに行けるみたいですね。近江八幡駅北口まで行くみたいですね。もうなんかすでにいいな、海に行くみたいな感じ。自販機もあるから、ちょっと喉乾くから買っとこうかな。いや、めっちゃ並んでますね。釣りに行く方とかおじいちゃんおばあちゃんとかね、まさにこう大人の穴場旅行といったところでしょうか。言いたいだけやん。湖なんでね、やっぱ透明度も高いですね。魚も泳いでる。沖島訪問8つの願いということで書いてますね。猫のこと書いてますけど、猫いないって聞いてるんですけどね。でも猫を見つけたいと思うんですけどね。いいですね。もう旅感出てますよ。沖島通線で結構時間帯も出てるんですよ。1時間に1本ぐらいで11時台とかが1回お休みみたいな感じですけどね。大人500円片道、小中学生200円ってことですね。利用料もここに払わないといけないですね。
び感ありますね。さあ出発です。船はね約10分ぐらいなんですよ。本当にサクッと行きますよね。で僕もねだいたい神戸からですね約2時間でこう市街に来て、で10分でこうやって船で離島に行ける。この島っていうのはね、源氏がね保元の乱を敗れたね落ち武者の7人がここに住んだことがきっかけでこう有人島になってるんですね。だからここに住んでる人たちは7つの名字しかないみたいなね。面白いですよね、そういうルーツっていうのはね。でここにはもう65歳以上の方が半分以上こう住んでて、寝たきりの人とかほとんどいなくても元気にこう漁業とかね農業とかやってるらしいですよ。僕たちもこうそれぐらいの年になったらどういうふうに生きるかっていうのを考えさせられるような島になってるんじゃないかなと思いますね。いやもうほんと昭和レトロなね建物がめっちゃありますね。でもなんか廃墟みたいになってる感じではないですね。なんか人が住んでる温かみみたいなの残ってる感じしますね。後でゆっくりね散策したいと思うんですけども、目の前には沖島漁業会館というのがありますね。この船の中にはね沖島の小学生の方が作ったようなこう作品がたくさんある感じですね。いやー着きましたね。いやもういいわ、もう離島です。すげえサクッと来たのにめっちゃ離島感ある。いやもう静かだし、トンビのね声とかこの船の音とかね、天気もめっちゃいいじゃないですか。穏やか、すげえ、これはいいわ。これは大人の穴場旅行ですね。週末サクッと行けますね。仕事疲れてちょっと金曜の夜嫌なことありましたみたいなね、どこも予約してなかったけど言うかみたいな感じでね、いいんじゃないですか。ただねここの宿とかねレストランは予約が必要なんで、そこは注意ですね。今回はね僕は日帰りで行きますけど、ランチはねしっかり予約してるんですよ、珍しくね。これね離島といっても海ではないんで、匂いがね潮の匂いじゃないんですよね。やっぱ淡水の匂いというか、なのであまりこう匂ったことがないような匂いっていうのも特徴ですね。いきなり鐘がありますね。これも鳴らしていいんでしょうか。自由に鳴らしていいということなんでちょっと鳴らしてみるか。おーすげえ、めっちゃ大きな音鳴るな。めっちゃ恥ずかしいやん、めっちゃ見られるやん。そういえばね駐車場止めたところでそこでしかもらえないこう見どころマップみたいなのがもらえるらしいんですけど、もらうの忘れてましたなんでこったもらわなあかんなと思いながらね忘れてました。でも皆さんは別にもらわなくてもこのね動画見れば大丈夫なんでね。山これですか。いやほんな山やね。小山の方ですか。こっちですか。音綺麗らしいね。そうなんですか。聞いたところがこの先生に最初聞いて、はい、一番高いところが一番綺麗やって。山もあるんですね、小山っていうね。で今ここですね、今船着いてここで、こっち側にもこう山があるし、この辺いろいろ見どころあるみたいですね。でここ小山っていう山があって、でこの12ですね、12が水のせいっていうご飯食べるところなんですけど、ここ行かないといけないです。今から12時半予約してるんでね、もうあと10分もないです。ここがね沖島漁業会館ということで、ここでもねなんかいろいろ食べれるんですけど、ちょっとね後にしようとかなと思います。まずちょっとランチ予約してるとこ行かないといけないんで、ここでもご飯食べることができます。ここはね特に予約いらないんじゃないかな。
またやってしまったか。どうなってしまうかは皆さんも予想してください。船寿司とかも書いてる。滋賀といえば船寿司ですね。で船寿司ってね、寿司って書いてるからね、皆さんが思い浮かべる寿司じゃないかなと想像するんですけど、全然寿司じゃなくて、めちゃくちゃ酸っぱいなんか酒のあてみたいな感じなんですよ。いやー、のどかだな。めっちゃ天気ええやん。散策してるだけでめっちゃテンション上がりますね。癒される。タイムスリップしたような感じ、ね、洗濯物もこれ移していいんかなっていうぐらい普通に干されてるし、でここはね、なんか自転車じゃなくて三輪車が主流なんですよ。だからみんな三輪車で、車はね1台も走ってないみたいで、ゴルフ用のカートがね走ってるんですよね。それもいいっすよね。余計なこう人間が作り出した音っていうのはない。こんな物欲しさをあります今の時代ね。え僕が小学校の時に使ってたようなそんな物欲しさを、いやいいなっていうか、この物欲しが主流ですからね。素晴らしいね。今だったらこの洗濯物干すのを見られるのも嫌だっていう時代じゃないですか。プライバシーがどうのとかね、関係ありません。この島では何をそんなこと気にしてんやと、改めて考え直そうやと、そういうメッセージをこう投げかけられてるようなね、そんな気すらします。ここもなんか琵琶湖特産沖島佃煮、沖島港屋お土産って書いてますね。すいません、僕嘘つきました。自転車あるやん。しかもちょっと若いぞ。若者もいるということですね。マウンテンバイクがあります。しかもこれも謎の自転車。何この自転車派手な自転車やな。これも塗ったいいっすね。なかなかカオスな感じでいいですね。お年寄りは活躍してるとのことで、本当にサラリーマンの方が定年退職した後とかここ移住ありなんじゃないですか。逆に7人の落ち武者がここに来てからこういう集落を作るまでに発展するって、それはそれですごいっすよね。こんな風に広がったんやろみたいな。7人って言っても男7人ですからね。そこから子供生まれようと思ったら、じゃあその女の人とかはどうやって来たのかとかね、引っ張ってきたんですかね。いろいろ謎が多いですね。そこからこう電気も通したりとか、本当にその辺の順序みたいな知りたいですね。どういう風にこう街が、発展していったのか。まさにシムシティですね。シムシティの感覚、もっとマニアックに言うとアクトレイザーの感覚ですね。釣りしてる。すごいな。釣りをする場所もなんか大丈夫なんかなあれみたいな。バスケの選手が釣りしてましたね。ワールドカップも終わったばっかりですからね。釣りしてるんかもしれない。沖島展望台がこの先あるみたいですね。これも後で行きたいですね。いやー、癒されますね。小花を大事に、育ててる家庭もありますし、ひまわりもある、農業もやってるんですね。一家に一台車っていう時代じゃないですか。で昔はね、一家に一台船があったそうなんですね。今はそこまでではないみたいですけどね。いやしかし猫いないな、かつては猫島と言われた島なんですけど、全く猫見かけない。企画変更線猫を沖島資料館、こんなんもあるんや。手作りですけどね。これは廃墟でしょ。これさすがに今も住んでるって言ったらなかなかですけどね。でもちゃんと住んでる家多いな。生活の匂いがします。で今からね行くランチのお店なんですけど、絶対予約必要なんですよ。ジュースとか飲むんだったら別に予約いらないですけど、ランチを食べるには予約がいるんですけど、なんとですね、
僕はもうこれも楽しみの一つ、まさに大人の楽しみ、淡水魚を使ったご飯が食べれるんですね。これもなんかやっぱ他の島では味わえないじゃないですか。ここだけですよ。なんせね、湖上に浮かぶ有人島唯一ですからね、日本では。で世界的にもかなり珍しいみたいですよ。ここっぽい。ここですね。来ました来ました。すいません、遅れちゃいました。10分ぐらい遅れちゃいましたね。ここのご飯がね、めちゃくちゃ美味しいって聞いてたので楽しみです。ここです。水のせいです。はい、ここ入っていきたいと思います。こういうおにぎりセットとか手作りおやつとかみかんジュースとかねあるみたい。夏みかんソーダとかもあるんですね。ランチはこんな感じですね。今回おまかせランチプレート頼んでます。夕食も一応あるんや。ビワマス作りとかもあったんや。しまったね、僕おまかせランチプレート頼んでしまって、そこにお作りもあるんかと思ってたんですけど、お作りがあるのは B セットなんですね。今からでもいけんかな。こちらがウロリとアユになります。はい、ウロリとアユ。はい。これはそれですか。ビワマス。これがビワマス。ビワマスですね。とだから山椒味噌がちょっと乗せてますので、味をつけて食べたい時にどうぞ。一応お塩をベースになってます。はい。これがしじみ汁ですね。いや、一つ一つのね食材がなんかすごく丁寧に作られたようなイメージがあって、もう食べる前から美味しいなっていうのが伝わってきますね。これだけで癒される。じゃあいただきます。ちょっとねお作りも本当はダメなんですけど、なんとか形にしてくれそうな感じです。ありがたいです。野菜も一つ一つ本当にうまい優しい味。こちらは鮎ですね。淡白でうまっ。淡白やのにしっかりとこう存在感あるな。めちゃくちゃうまい。いろんなこう旅館泊まったりとかね、いろんな旅先行って美味しいもの食べてきましたけども、今まで食べたことない味で、いろいろ行き尽くしてもなんか行くとこないよって思ってる人にはすごいいいんじゃないですか。これは定期的に来たくなるな。定番でお出しすることはできないんですけど、はい、時期限定で出してる琵琶湖の宝石と言われるビワマス、特別に出していただきました。すごいな。本当に淡白やのにめちゃくちゃ美味しい。なんか淡白って言うとね、なんか美味しくないんじゃないのみたいな感じですけど、めちゃくちゃうまい。これは感動ですね。これご飯にも合うしお酒にも合うわ。いやー美味しかったですね。でいろいろ話を聞きました。やっぱこの話をするっていうのもこの島の醍醐味ですね。沖島にまつわるこう猫の話とかめちゃ聞きました。それとね、このお店の、宣伝というかご飯の話なんですけど、やっぱこう夏と冬で取れる魚が変わってくるらしくて、なので提供できるものも変わってくると。で今僕は9月に来たのでニジマスが今食べれる時期なんでニジマス食べましたけど、冬になるとフナだったりとかも食べれますし、なので冬もちょっとまた来たいなと思いましたね。そしてね、この猫の謎なんですけど、なんか女性がね
こう定期的に来てカートに詰め込んでこう持って帰ったりしたみたいなんですよね。で別にね猫もこの島のものではないですし、島の方もこうなんか持って行ってるなみたいな感じで思ったんですけど、いざここまで猫がいなくなるとさすがにちょっとね持って帰らないでほしいと思ってるところで、そりゃそうですよね。でもともとねここは猫島っていうところで有名なところもあったので、猫島だからっていう感じで来られる方もいらっしゃるんですよね。なのでそういった方が来たら「おい猫いないやん」みたいな。でなんかちょっと大きめの猫が何匹かいるらしいんですけど、その猫が子供を産んでもその子供はいなくなるみたいな、誰かも持って帰ってる感じなんですよ。だから僕から言わせてもらいます。やめてください。猫を持って帰るのはもうやめてください。ここは猫島なんです。お、学校の音がするぞ。学校が近くにあることが分かりません。これ学校の運動場じゃないですか。すごい芝生の運動場。どこが学校なんや。こっちかな。いやいいっすね。いやこれね、なんで気分がこうすごい落ち着いたりするんかなって思ったんですけど、湖の音とかね、トンビの音だったりカラスの声だったりとかと思ったんですけど、車が通らないからですね。それはでかいですね。島といえば学校も観光スポットになりますね。沖島のお越しの皆様にトイレはここでできると、すごい昭和レトロな小学校。子供の声が聞こえる。はいはいって言ってる。いやーすごい、蝶々がめっちゃ舞ってる。機械島よりおるんちゃうん蝶々。なんと地球儀が打ち上がってる。琵琶湖に地球が。いやー穏やかやな。いやーいいっすね。ここ結構マジで移住先もありやな。それぐらいな感じですよ。でやっぱ離島って言ったら台風だったり津波とかもね気にしないといけないけど、ここはそんなこと気にする必要ないじゃないですか。湖なんで塩害みたいなのもないですし、川とかは多いかもしれないですけどね、非常に過ごしやすい。で船もあんな1日に5本も6本もね出てるから、そんなに閉鎖的な感じもないし、でこんだけ穏やか、しかも車通ってないですからね。はい、空気も綺麗。お地蔵さんがなんか男の子が生まれると地蔵さんを家の前に置くみたいな、すごいな。いやーなんか自分が小学生の頃におじいちゃんおばあちゃんの住んでるとこに行って歩いてたような世界観がこの令和にあるんですね。こうやってね網戸だけでドアを開けているとことか、今どうですか皆さん。しっかり鍵かけてプライバシーバチバチに守って、それもいいかもしれないですけどね、ああやって網戸にしてても誰もそんな入って盗んだりしないみたいな、ね、そういう信頼し合った世界観の方が良くないですか。あれが展望台か。あれ展望台ですね。こっから展望台に行けるんですね。展望台もサクッと行けちゃうんでいいですね。沖島展望台上がっていきたいと思います。展望台といってもなんかめっちゃ険しい坂を登るっていうよりは60代とかの方でも十分上がれそうな。なんかこれ右左道があるっていうのは僕も事前情報であったんですけど、もう右側の道誰も登ってないんか、もう草だらけで無理っすね。必然的に左側になります。
よっしゃ着いた。ああ綺麗ですね。来たー、沖島展望台、琵琶湖国定公園。沖島展望台、ピーク時には129人の児童が学んでいた旧沖島小学校の跡地に整備され、あ、ここ小学校だったんですね、もともと。あ、こんな感じでね。沖島では江戸時代から昭和時代にかけて石材業が盛んで、良質な石材が発掘されましたと。まだ到着して数時間なんですけどね、もうなんか10時間ぐらいここに滞在してるかのような。あれどっちやこれ、こっちか、こっちやな多分。おいおいおい、なんかミリタリーな感じなもんが置いてるぞ。ここで戦いがあったのか。移住先を考えるとこどの辺に住もうかな。そこインターネットとかどうなってるんやろな。スマホは通じますけどね。いやーいいな、琵琶湖の穏やかさ。穏やかに行きたいっすね。でも台風とかはそんなに来ないから、なんかこういうトタンのこういう小屋でも吹き飛ばされたりしてないんですかね。めっちゃいいわ。汗だくっすけどね。なにこれ、罠気をつけろ。おおすごいね。上高地行くのもいいっすよ。あそこも素晴らしいところですが、サクッとプチ上高地気分も味わえるみたいな。あ、桟橋に出られる。うわすごいすごい、めっちゃギシギシなってる。僕の体重だとなんか割れんかなみたいな。うわすごいなこの手作り感。しかしこの先に絶景です。見事絶景だわ。これはいいな。もうほんとタイムスリップしたみたいな感じ。うわーめっちゃ穏やかやし、いやー心も穏やかになりますねこれ。はあ素晴らしい。昔秘密基地とかね作った時にこういうものを組み合わせてなんかいろいろ作ったのを思い出すようなね、まあそんなレベルじゃないですけど、しっかり作られてますけど、すごいですね。このタイヤが何のために巻かれたのかとか謎ですね。なんとここが小学生の水泳場なんですね。湖水浴場ですね。沖島小学校ふれあい水泳場。いつまでも美しい砂浜なんや。おおプチ海を味わえる。贅沢やな。おおあ冷たくて気持ちいい。あ気持ちいい。これはいいな。めっちゃ贅沢やん。ここで泳ぐんすか。いやー透明度もねめちゃくちゃ高いし、これはいいな。サクッとね日帰りやのにこう海気分も味わえる。まさに離島。これで猫がおったら最高やのに。誰だよ猫持って行ったの。見えてきました。広島まで行かなくても厳島神社がここにあります。おおなんか音楽が聞こえるな。なんかすごい音楽が聞こえる。なんで
あ、音楽流しながら、どういうこと？沖島には似つかわしくないジェットスキーが、パリピがこんな時代なんでパリピもいましたね。厳島神社、うわー絶景。いやー、さっき一瞬ねちょっとなんか急に令和に戻ったような感じになりましたけど、また過ぎてしまえば昭和な感じですね。厳かな厳島神社、その後ろにはパリピジェットスキー。なんじゃこれ、めっちゃ上まで行くやん無理ゲーやな。消防署もこう船なんですね。消防艇ですね。消防車じゃない。今4時ぐらいですけどね、だんだんいい色になってきましたね。いや、ここでねちょっと船降りたとこにあったお店でね食べたいと思うんですけど、ちょっと時間的にどうなんかな。下手したら閉店してるかも。戻ってきました。まだこっち側はね全然見れてないんで、ここ見たいと思うんですけど、ちょっとまず休憩ですね。うわ、ここで食べようと思ったのに。もう何もない。やらかした。よそ者コロッケ食べたかったのに。ここに来る途中になんか新しくできたっぽい店があったんで、そこ行ってみます。もうそれしかもう望みはない。いろんなテレビ番組とかね YouTuber さんが言ってたさっきのよそ者コロッケとか食べれなかった。くそ、なんとなくね厳島神社行ってたらちょっと戻りが遅くなってしまってまうんじゃないかなと思いながら、やっぱりかみたいな。いやあかんっすね。やっぱ先に時間に限りがあるやつ済ましとくのが大事ですね。そんなことを教えてくれるんですね。沖島の旅はまさに自己投資ですね。いや、じゃあ旅は自己投資ですね。もう言えてへんやん。まだもうちょっとここにいたいんでね、さすがにちょっと水分補給をしないと。いや、もう汗だくでね、もう僕自身が落ち武者みたいな、まさかのこの島の8人目のね落ち武者になるかもしれないんでね。これですね、上りが相模湾って書いてますけど、こっから行くんかな。お、やってる。オアシス、沖島のオアシスがありました。あ、やってますか。あ、はい。アイスクリームとコーヒーフロートを頼みました。オアシスかよ。スジエビチャーハンとか気になる一品やな。スジエビっていうのはここら辺のやつなんですか。へえ。はあ、それはちょっと気になるな。来ました、アイスクリーム。沖島でこんなおしゃれなアイスクリームがいただけるとは。コーヒーフロート来ました。神ですね。天国がここにもあったんですね。めちゃくちゃ歩いて汗かいてたんで最高です。そして歩いたのにまた太ります。スジエビを使ったチャーハン。いい塩加減。家庭料理感あるな。
当選です。いやー、生き返りましたね。全回復しました。さあ今5時20分なんですけど、かなり涼しいですね。このまま夕日をちょっと見に行きます。夕日見に行く前にちょっといろいろ散策したいと思います。狭い範囲にいろいろあるからもうサクッと行けるかなと思ってのんびりしすぎて結構見どころ残しちゃいましたね。おお、なんやあれ。流木ハット。あ、これ人の手で作ったなんか芸術作品みたいな感じですね。すごい。流木で作られた、これ何なんですかね。中入っていいんかな。おお、すごいすごい。不思議な空間。面白いですね。なんかテーブルみたいのもある。これはね、一息つけるアートスポットになってるんですね。でこのアートを眺めながらちょっと日陰もありますし休憩できるようになってるみたいですね。面白い。島の人の温かさを感じますね。先ほどね、なんかカフェの方とも話してて、移住ねする人いるんかと言うと、結構やっぱり移住希望者はいるみたいで、ただね、やっぱ残されてるその家が結構側は綺麗でも中はぐちゃぐちゃになってるみたいな家とかもあって、そんな簡単にすぐ住めるみたいな感じじゃないところもあるみたいなんで、もう役所の人と話していろいろとやるという感じみたいですね。でやっぱ生まれも育ちもここにいるっていう方だったんですけど、特に何も不自由はないっていう感じだったんで、やっぱ住みやすいんじゃないかなっていう感じはしないでもないですけどね。それはどこに住んでる人も同じかもしれないですけどね。ここもなんかいい感じっすね。穏やか。いやー、この湖の色いいな。めっちゃ遠くの離島に来たような感じしますけど、サクッと来ましたからね。朝普通に今日9時ぐらいに起きて行けたんでね。すごい。神社が見える奥に。美しい。以上。いいなあ。もう老後自転車をブイブイ言わしたいな。いや、あれもええな。あれをブイブイ言わせようか。すげえいい景色。やばい、のんびりしすぎて見どころ見逃す。もっとキビキビいろいろと撮影していきたいのに、ついついゆっくり休憩しちゃったりとかしちゃいますね。でもそれもいいでしょう。これもまた旅ですね。じゃあこんなしょうもない話をしているのを島の人に聞かれてました。ちっちゃい集落のはずやのに結構迷路みたいに入り組んでてね、なんか奥深さも感じさせる。しかしまだ猫がおらんな。猫島だったんですよここ。どういうことや。猫より蝶の方がいっぱいいるな。また蝶がおる。結構立派な蝶が。こっから行くっぽいな。すごいな。これ道っぽくないですけどね。なんかベネチアを思い出すな。ベネチアもこんななんか狭い道を、道なき道を行くみたいな。すごいな。
から上がれるんや。あ、来た神社。おお、来た。いましたね。あ、これが有名な、ジョーブログさんの楽しんでチャンネル登録200万人超え。ありがとうございますね。離島に行きたいチャンネルさんも書いてたはずやけど見当たらんな。この後ろ、いや違うな。これや。チャンネル登録1万人ってめっちゃ後ろにされてしまってる。1万人いきますように。もしかしたらこの動画出してる頃には行ってるかもしれないですね。僕もこの横に置かせていただきますか。3つだけ残ってた。500円入れてこれ書きましょう。それではね、旅 YouTuber のカリスマ的存在ジョーブログさんのね書いた200万円超えで、もう200万人達成しておりますよね。その横にですね、モーリーチャンネル楽しんでチャンネルで起きた10万人超えということで、コピーしたかのようにね楽しんでいきます。郵便局の前で洗濯機も動いてます。こんな郵便局ありますか。タヌキとかね、地蔵が飾られてる家が多いですね。すごい、これボイラーですかね。うわー、これはすごい。昭和な自販機、すごいな。自転車にこうやってね、鍋とかカンカンかぶせてるのも生活の知恵ですね。結構ほんと迷路みたいな感じ。この路地を入る、ここのことかここは路地になるんやね。やばい、夕日が6時やのにもう5時53分や。急がねば。早く夕日が見えるスポットに行かねば。なんか猫の声聞こえたぞ。夕日がもう沈んじゃう。すごい。詐欺とか。うわ、めっちゃいい景色やんこれ。なんか今最後の最後でね、あそこに猫がいた気がするんですよ。ついに出会えたか。ここにいた気がする。確か。おっと、にゃんこいるじゃないですか。ラスト猫ちゃん。大丈夫だ、俺は連れ去ったりしない。君を連れ去ったりはしない。俺たちは兄弟だろ。俺は味方だ。俺はお前の理解者だ。おい。やっぱり警戒してますね。やっぱ
連れ去られてるから次々と仲間が。あれいつの間に瞬間移動。早い。おのれ貴様、いつの間に。お瞬間移動使った。いやよかった。一匹も出会えないと思った猫に出会いました。おい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 、またにゃんこ発見。にゃんこ、あー逃げる。あーやっぱ警戒してるな。連れ去りじゃないよ。おいでおいでおいで。めっちゃ警戒してる。かつて猫島と呼ばれた場所、猫がめちゃくちゃ警戒する島に変わってます。っていうかめっちゃ綺麗。やばしろ。いやー満喫したな。大満足やわ。これは本当に週末癒されに来るみたいな使い方ありっすね。使い方っていうのもあれですけど、帰りの船が7時半になりそうですね。で今6時40分なので50分ちょっと時間を潰すとかね、最近してったかな。いや本当に時間を潰すぐらい、ね、やることがないみたいな、なんかそういうのも味わえるのもこの、ね、離島ならではですよね。町の酒屋さん発見です。郵便局のねすぐ近くにありました。あ、酒屋さんという自販機か。お酒飲みたい人は夜自販機で買うこともできるってことですね。ありがたいですね。こういう島ではやっぱね自販機いいですね。これ電気ついてなんか見えへんな。うわー港もいい感じだな。まだ釣りしてる人もいますね。お、また猫がいる。猫発見。あそこにもおる。釣り人にはやっぱ猫いるんですね。魚をもらおうと思って。はい、この7時半ですね。7時半で帰ります。喉乾いたとか思ってたけど、ちゃんと入り口あたりに自販機ありました。しかもそんなめっちゃ高くない。ありがたいですね。猫いますね。やっぱりこう観光客がいなくなるぐらいの時間狙って出てくるように進化したんですかね。連れ去られてるのやっぱり知って、それは悲しいな。でも結構ね警戒心が強い猫が多いですね。おいでおいでおいで。よいしょよいしょ。誰だ。あ、逃げられた。船の上に逃げられた。あ、船の上に乗ったらリラックスしようってからにやっぱ警戒してますね。連れ去り。安心してもう寝ちゃいそうですね。さらば猫。猫島ではもうありませんが、それでももう 100% 大人の穴場旅行としておすすめの場所だと感じましたね。いやこの後もなんか滋賀のうまいもん食って帰るか、まあちょっとねマリオットのポイントで安く泊まれそうなとこ、滋賀もねマリオットありますけど、なんか泊まって帰るか考えたいなと思います。この船で帰ります。よいしょ。
いやー、あっという間に帰ってきました。10分って感じなんですけど、なんか10分も感じなかったですね。3分ぐらいで帰ってきたみたいな。でも一気にもう島ではない。素晴らしい。こっからね、まだこの時間からも船が島の方に向かうんで、島の人が多分買い出しをして今から乗ってるような感じでしたね。結構カート引いて乗ってる感じだったんで、ここに結構車が止まってるんで、これ沖島の人たちがここに車買って置いてるんかもしれないですね。それかもここまで船で来て車乗り換えて買い物行くみたいな。面白いですね。これ結構ねちょっと疲れちゃったんで、大人な旅ということでマリオットポイントで取りました。でポイントでも取れますし、無料宿泊でも、取れるぐらいでしたね。だからマリオットカード作ってるとこういった時便利ですね。ぜひ僕の紹介から作ってくださいね。お願いしますよ。マリオットポイントで無料宿泊、ちょっと気になったと思うんですよ。今日宿泊するホテルはですね、マリオットボンボイというホテルグループでしてね、世界最大級のポイントプログラムがあります。そのポイントがたまるね、このマリオットボンボイプラチナカードはですね、年会費こそね結構高いんですけども、すぐに元が取れるぐらいのお得な特典が満載でですね、僕ももう5年ぐらいメインカードとして使っています。めちゃくちゃ恩恵を受けています。ポイントをね使えば高級ホテルとか飛行機が無料で利用できて、まさにね旅行好きなら絶対持っておいて損のないカードなんですよ。カードを持ってればね、決済額に応じて様々な特典が利用できて、ホテルの朝食やねアップグレードなどの特典が満載のねプラチナエリートというね会員になれたりとか、無料宿泊特典が得られたりとか、他にもね数多くの特典があるんですよ。ぜひね興味を持った方にはねこのカードを作ってほしいんですけど、実はですね公式サイトで作るより紹介から作った方がポイントががっつりもらえるんですよ。なのでもし紹介者がいない場合は僕の LINE までメッセージください。紹介のね URL を発行させていただきます。詳しくはね概要欄ご覧ください。結構ゆとりのある広さになってますね。無料で泊まれてるのに温泉入れちゃいます。もう終了寸前なんで結構席もガラ空きっすね。こういうクッキーとかレンジパイとかあるみたいですね。おー、わお、うわお。タクシーですぐに行くことができます。滋賀といえば近江牛ということで、美味しい近江牛もいただきましたよ。朝の旅行はやはり最高ですね。あと滋賀を食すということで、とろろ芋とかね、そうめんとかありますね。でこちらがサラダになりますね。サラダもたくさんあります。こんな感じで取ってきました。フルーツと琵琶湖サイクリングの聖地琵琶湖です。コーヒーも完了させることができました。いやーよかった。いかがでしたでしょうか。ふと思い立って急遽旅した沖島でしたが、本当にいいところでした。まさかここまで何もないことが大きな価値を生むとは、今の時代だからでしょう。他にも離島は島旅の再生リストにまとめてありますので、ぜひ興味ある方はそちらもチェックしてみてください。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような離島の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価コメントをお願いします。メンバーシップで300以上の非公開動画を見ることができます。メンバーシップで応援いただける方を募集中です。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってます
し、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。気力旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。